皆さんお待ちかねの三原さんの登場です。皆さん大きな拍手でお願いいたします。掌声欢迎一下。大家好，我叫易安，我是参演会务，请多多指教。ありがとうございます。很多人呢，很多人呢，我很吓到了，我以为阿斯人，为什么？因为你是偶像啊，原来如此。啊，为了还舞台练习我的呢，先简单自我介绍一下。不要紧张，我也紧张，不要紧张。我的名字是三眼会武，我现在努力当台湾的超级偶像。虽然说是偶像，但我主要的活动是上传影片在 YouTube。这种影片，还有这种，很多人说我是台湾夜北大。但请不要忘记，我是偶像。对，我明明对台湾大学的人说，我的中文很烂，但不知道为什么工作人员还是对我说，今天2个小时演讲太慢了，不可能的人。所以今天前1个小时，我会尽力演讲。剩下的1个小时是 Q&A。这只是针对大学生的演讲，大家应该担心毕业后的未来。我觉得在人生中追求梦想是非常棒的一件事，但是有梦想的年轻人很少，所以我今天演讲的主题是如何就像人生做你想做的事，请多多指教。僕が台湾を知ったのは高校2年生の時でした。イギリスのサマースクールにいろんな国の人が集まっていて、そこに台湾人もいました。僕はまだ台湾のこと何も知らなかったんですね。だけどその台湾人が日本人にすごい優しくしてくれたんですよ。台湾の文化も知らない、言葉も知らない、観光ブックを見て知ったわけでもない。僕が台湾を好きになったきっかけは紛れもなく人そのものでした。そして大学生になり、大学2年の秋に初めて台湾一人旅に行きました。これ3年です。僕は人に惹かれて台湾に来たので、人と仲良くなれる場所に行こうと思いました。そしてその時に訪れたのがここ台湾大学でした。その時中国語を何も話せなかったので、ひたすらニーハオと通り過ぎる人に話してると、優しい日本語学科の2人が僕を案内してくれました。是两位女性。はい、その次の日はですね、淡水ですね、行きました。そこでもガイドブックを持ちながら観光してたら、また優しい台湾人が僕を案内してくれました。有事两位女生。是对方跟我搭话的，并不是我主动大声的，请不要误会。第一次来到台湾就留下了美好回忆，让我觉得更加喜欢台湾了。在英国遇到的台湾人一样，台湾人真的都很亲切温柔。2回目に来たのは大学4年生の時です。これはタイ電影に一人でカメラが持って映画を作りました。この時も町の人に協力してもらいながら、たくさん楽しい映像を作ることができました。そして台湾のことをもっと好きになりました。そしてアイドルを心強くなってからさらに回数を重ねてもう20回以上も来てますね。来るたびに人と触れ合い、ますます台湾を好きになってます。3兆回数已经住在台湾了。我常常地说，谢谢你喜欢台湾，让我想对大家说，谢谢你们喜欢台湾，因为台湾人，ごめん、リーベンだね。
いいとこだったのに。これいいとこだったのにな。ごめん。谢谢你们喜欢日本，因为台湾人喜欢日本，让我有机会喜欢上台湾。这都是都台湾人的福。没错，台日友好对我来说也是一个很大的重点。为了今天的台日交流，我准备了影片，发现台湾与日本有各种有趣的文化差异。彼女のバッグを借りても、OK です。OK。はい、持ってるから。プレゼント、今まで甘くないとイチャイチャ飲んでる。嫌です。嫌だ。はい、恥ずかしい。そうです。嫌です。嫌だ。申し訳ない。そう、僕はこうした動画をこの1年間作り続けてきました。ただ最近では徐々に動画の方向性を変化させていきたいと思ってます。文化の違いに関する動画も出ています。理由は次の通りです。これにはいくつか理由がありますね。一つは文化の違いをすでにたくさん紹介してしまったので、なかなか新しいネタがなくなってきたと。もう一つは嬉しいことに日本を紹介する YouTuber がどんどん増えてきたことです。いろんな人を紹介することで大きな目的である対立交流、これが活性化されていきます。そしてもう一個大きな理由は台湾で活動する人間として次のステージに進みたいということです。2年前まで僕のことを応援してくれる人はほとんどが日本のことが好きな人が多かった。日本が好きだから3円が好き、そういう人が多かったんですね。これ当たり前といえば当たり前なんですよ。なぜなら僕が日本人という個性で動画を作ってきたからです。でもいつまでたっても日本人という個性に頼ってたら前に進みませんし、自分の活動も日本に還元できません。だから最近はサインが好きだから日本が好き、そんな人を増やせるように頑張ろうと思ってます。日本にそんな興味がなくてもサインの動画が面白いから日本に興味を持った、日本語を勉強したいという人が増えてくれればいいなと思って活動してます。ちょうど僕が台湾を好きになったきっかけと同じように、僕というサインという人を通して日本のことを好きになる人を増やしたいです。そして日本でも台湾より愛を込めてその台湾充満愛、こういう映画を公開したんです。これは僕がもともと映画監督を仕事にしてたんで、日本の有名な俳優さんと一緒に台湾で撮りました。この映画の中でも台湾の様子をいろいろ撮影したんで、日本から台湾に向けて興味を持つ人が増えればいいなと今思ってます。最近では日本のメディアからの取材していただく機会も増えました。僕にとって台湾への一番の恩返しの形は、自分の活動を通して台湾を多くの人に知ってもらうこと、そして台湾に興味を持って台湾に来てくれるような人を増やすことです。我的最终目标就是成为台湾日本的友好桥梁。友好桥梁。怎么样？听完之后有没有觉得我是个很棒的日本人，对不对？很棒，对对。といろいろ申し上げたんですけど、もちろん最初からこんな立派なことを考えてたわけではありません。僕はもともと自分のためにこの活動を始めました。台日友好という大義が活動していく中で徐々に芽生えていった感情で、僕が台湾で活動しようと思ったのはあくまでアイドルになる、そういう夢を叶えるためで、自分のやりたいことを達成するためにここに来ました。続いてメインテーマである人生をかけてやりたいことを話したいと思います。僕でいう会社を辞めて台湾でアイドルを目指す、これにあたった経緯を話したいと思います。呀，太认真了吧！现在我说了几分了吧？啊，15分钟，15分钟，我的剧本快结束了。等一下唱歌。啊？等一下唱歌。唱歌？好害羞呢。大家一起学习日本吧！我现在要演唱一首歌，这是日本之歌，大家一起学习日本吧！啊，一、二、
あ、那就让我们回到演讲吧。会社を辞めて台湾でアイドルを目指す。これにあたった経緯をお話ししていきたいと思います。よいしょ。僕は今もちろんこの活動一本で生活してます。でも当初は会社で働きながらやってました。なぜ現状に至ったのか簡単に説明したいと思います。我是现在大学毕业的，自己说可能有点厚脸皮，但这是所好学校，而且非常受女生欢迎。さて、いい大学に入ったらどうするか。次の目的はいい会社に入ることになります。日本人は大抵こういう考え方をするんですね。特にいい大学に入った人ほど、せっかくいい大学に入ったんだからいい会社に入らないともったいないと思ってしまいます。僕も例外なくその一人でした。人生を豊かにするためにいい会社に入ろうと思いました。日本では就職活動というのが横並び一線で始まります。いかに自分が大学時代頑張ってきたか、会社にとって有益であるかをプレゼンする競争です。僕は大学時代恥ずかしながらほとんど勉強しませんでした。その代わりにずっと演劇、お笑い、映画などに明け暮れてました。僕も含め周りの友達も試験の結果は散々でしたけど、みんな好きなことに対して情熱を注いで毎日面白い作品を作ろうといろんなことを語り合ってました。そんな大学生活が僕にとって充実感のあるものでした。結果的に単位が全然取れず留年してしまいましたが、幸いなことに人前で自分をプレゼンする能力だけが身についてたので、運よく株式会社富士電子台、これに入ることができましたね。又要厚脸皮的说来，富士電子台是个好公司，薪水很多，而且很受女生欢迎。ということで僕は傍目から見たらとても輝かしい人生を送ってたと思います。もちろん入った時点ではやめようそんなことは全く思ってませんでした。因为如果辞掉的话就太可惜了。ただ会社に入ってから僕はずっと違和感を感じてました。もちろん年収は高いし一緒に働いている人たちも楽しい人ばかりでした。一見成功した人生のように見えるんですけど、充実感がまるでなかった。充実感っていうのは日々を生きていく理由、これが見つからなかった。なんで僕がここにいるのか分からなくなりました。大企業に入ると入った時点で成功と認定されてしまいます。だから入っただけで満足してしまうような人もたくさんいました。大学時代に情熱を注いでいた。日々のように面白い作品を作ろうとか、なんか大きなことを成し遂げようという環境ではなかったんですね。みんなが会社の偉い人の指示に従ってなんとなく働いて、なんとなく楽しい日々を過ごしてたんです。僕も人と同じような仕事をしてロボットのように働く。自分の存在価値を全く見出せませんでした。僕はその状況に気づいた時、自分が思い描いている未来と違うことに気づきました。自分の人生を豊かにするためにその会社に入ったのに、なんとなく日々を過ごしている自分がいる。いい会社にいるという理由だけでこのまま人生を終えていく方がもったいない。真的很苦しい。そう気づいてから僕はいろいろと動き始めました。まず始めたのは動画を作ることです。大学生の時に情熱を注いでたように、もう一度面白いことを真剣にやってみようと思ったんです。自分の人生を充実させるために。これまず仲間を始めて日本で YouTuber 始めました。しかし最初は日本で YouTuber やっても全然うまくいきませんでした。再生数100回とか。这是我的朋友，恋爱先生君子。影片内容是汉不存在的大猩猩战斗的请大家关注。君ちゃんごめん。どうも、光合成する男、村上純米です。
ね、3ヶ月ぐらいからやって全然うまくいきません。何よりも面白いことをできているという実感がありませんでした。2015年当時も日本は YouTuber がもうたくさん溢れ返ってこうみんな同じようなヒカキンとヒカキンはじめ社長、この真似みたいな作品ばっか作ってたんですよ。ここで僕はまた悩みました。人と同じようなことばっかりやって自分自身が面白いと思えてない。当時僕は動画クリエイターとして動画を作る方、純ちゃんに出演してもらいました。純ちゃんがこう面白く見えるような動画を作ろうとしてましたが、ダンタブショファン人気が出ないから彼自身もあまりエネルギーを注ぎ込めません。自分自身も納得のいく活動ができてませんでした。結果的にここのチームはうまくいきませんでした。心から面白いと思えることをやりたい。自分が納得して心から面白いと思えてやりたいと思えること、それを考えた時にある言葉がよぎりました。ダ・オーシャン。僕はちっちゃい頃からジャニーズが好きだったんですよ。そう、木村拓哉さん、男から見ても憧れてしまうほどかっこいい人でした。彼が存在するだけで周りの人は盛り上がる。存在することが存在、こんな感じの人でした。僕はテレビの中で活躍している木村拓哉さんを見て自分も生まれ変わった、こんな人間になりたいってずっと思ってました。生まれ変わったらこうなりたいみたいなことをよく言いますけど、ちなみに皆さんは生まれ変わったらこう何になりたい？オーダーはガンランシオーシャンアイドルです。でもある日気づいたんですよ。生まれ変われないと。自分の人生で一回きり生まれ変わることはない。だったら一回きりの人生本当にやりたいことをやるべきだ。如果没有做的话，我认为真的很苦しい。なので僕は充実した生活を送るためにこのやりたいことに挑戦してみることにしました。そして場所は台湾を選びました。理由は述べた通り台湾が好きであったという理由、そして何より人と違う場所を選んで人と違うことをすることこそが大事だと感じていたからです。我常常地说，你成功做到了，和其他人不一样的是，好厉害呀！但是真的是这样吗？我倒是觉得，不做和别人不一样的事，就不会成功。人と同じことをやっていたらそこに価値は生まれません。なぜならすでに人がやっている。他の人がもうやっているということはあなたがやる必要はないということです。僕が言いたいのは自分にしかできないことをやろうということではありません。能力で言ったら自分にしかできないことはほとんどない。僕が今やっている活動も台湾に来て動画を撮る、これだけです。やるだけだったら誰でもできるんです。でもこんなに日本のことを好きでいてくれる人が多いのにやってる人はいなかった。つまりそれをやればそこに価値が生まれます。僕が言いたいことはこういうことです。不是做只要自己能够办到的事，而是做只有自己想做的事。そうすればそこに価値が生まれるはずです。何の能力がなくてもあなたはオンリーワンになります。では自分しかやらないこと、これをどうやって選ぶか。これは好きという気持ちです。自分の中の好きという気持ちを大切にしてください。他の人はそんなに好きじゃないことでも自分だったらやりたいと思えることを探しましょう。どうですか？話してみると簡単ですけど意外と悩んでしまう人が多いんじゃないでしょうか。なぜならやりたいことが見つからないという人は本当に多いんですね。日本でもこの悩みを持っている大学生は本当にたくさんいます。やりたいことをやろうというと自分にはやりたいことがないという人が現れます。人生をかけるほどやりたいこと、会社を辞めるほどやりたいこと。ちなみに僕は今周りの人に現れてもこの道を選んで突き進んでます。アイドルというのが人生をかけてまでやりたいことです。でもそれは今の話であって2年前の4月にアイドルになろうと思いついた時はそんなことはありませんでした。グラフにするとこれがん開始の使用 5%、人生をかけるほどやりたいレベルを100でいうと2015年4月に思い立った時点ではまだ 5% なんですね。まだこのレベル。もちろん全然人生をかけるほどじゃない。でも僕は好きなことで生きていく人生を送りたかった。ではこのやりたいという気持ちをどうやってこう育てていったか、これを解説したいと思います。
まず2015年の4月1日アイドルになろうと思いました。カフェで急に思い立ったんですね。で、僕が次に起こした行動は、思い立ったその次の日の夜に後輩を居酒屋に呼び出してこの企画を説明しました。自分の中にあった感情をまず他者に共有する。こうして初めて社会との接点があります。社会との接点が生じたらそこに責任が生まれます。これは自分のやりたいこと、正面から向き合う責任です。この企画を話した時点で僕はやるにせよやらないにせよこの後輩に対して説明責任が生じました。この時点ではまだ10%ぐらい。人口我的少民之后朋友当时对我说好有趣哦，很不错啊。不过这是我最近才知道的。那位朋友老实说，因为喝醉了，一片前账好意思。实际上心理上的是这个人脑筋有问題。その翌日、僕は中国語の先生を話せる、探せるサイトを見つけて授業の予約をしました。そして1時間の授業を受けました。こうして初めての授業を済ませてから次はいつも一緒に活動してたメンバーにこのことを話しました。しかも動画を撮っている中でサプライズで発表しました。どうせ反対されるからやろうと思うというよりやると宣言していました。これを動画にして YouTube で発表しました。これで世界中に自分のやりたいことを配信してしまう。いよいよ後には引けません。この時点でやりたいことは 20% ぐらい。これでもまだ 20%。なんで全然上がってないか。理由は簡単。因为没有感觉到被需要。これは多くの人が誤解してるんですけど、自分のやりたいことをやって生きるっていうのは自分のためだけに生きていく。これとは違います。なぜなら人は誰かのために生きたいと思うし、誰かのためにならないと存在価値を感じられない生き物だからです。つまり自分のやりたいことの先には絶対に誰かのためになることがあります。これは間違いなく 100% です。話がそれましたが、 SNS でアイドルになると宣言した後の次は台湾行きのチケットを取りました。そこでとりあえずたくさんの動画を撮りました。この時点では誰からも認知されてないのでチラシを配ったりファンページにいいねを押してもらったりしました。この時点で100いいねを集めました。そしてその後はコツコツと動画を上げ続けました。この時のモチベーションは動画の再生数とコメント、誰かが見てくれる、喜んでくれる、誰かのためになっているという実感がこの活動への活力になっていきました。退屈だった日々が徐々に充実していく、自分の存在価値が生まれていると実感しました。ファンページの人数が増えるにつれ自分のモチベーションもどんどん上がっていきました。そしてファンがやっと1万人。この時点でやりたいことはまだ 50%。 だいぶ上がりましたけどまだまだ。なぜならこの時アイドルをやってるという感覚はありませんでした。因为都是搞笑影片。そんな僕がいつ人生をかけようと決意したから。それが9月に行った最初のライブ。この時初めてファンの前でライブをやりました。100人ぐらい大体。歌もダンスもひどい出来でした。中国語も全然ダメでずっとカンペをこう持ってましたね。自分の理想とするライブとは程遠い出来でした。それでも最後に握手、撮影会をした時に喜んで写真を撮ってくれる、握手をしてくれる人たちを目の前にした時、僕はファンの誰よりも興奮していたと思います。自分はアイドルになった。この時感じた感動は本物だと思いました。同時に最も充実感を覚えた瞬間でした。そして台湾から帰った翌日、会社の上司にアイドルになるために会社を辞めると宣言しました。这就是从想做的事转变成如上人生的瞬間。これが会社を辞めるにあたった経緯です。大事なのはすぐ次のアクションを起こすことです。時間が経てば冷静になります。テンションも下がります。気持ちもどんどん冷めていきます。僕も上司に辞めるということをこの日に言わなかったらその翌日、そしてその翌日、どんどん先延ばしにして結局言わなかったと思います。とにかく自分の気持ちが高まっているうちに次のアクションを起こしてください。やってから考えましょう。最初から完璧なことはありえません。何かをしてから修正する。ちなみに今こんな感じです。もうこんぐらいです。もう夢を追ってるうちにたくさんの仲間が増えました。たくさんまたファンが増えました。いろんな人の笑顔を見てるうちに僕はこのアイドル活動というものにモチベーションをどんどん上がっていったんですね。
先ほども申し上げた通り、僕のというか人間の究極のやりたいことは人のためになること、人のためになっているという実感こそが自分を前に進めてくれます。ぜひ皆さんも自分の夢を自分の中だけに閉じ込めず、外に解放してあげてください。誰かに話してください。あなたが熱意を持って話せば、その人はきっとあなたのファンになってくれます。誰かにたくさん迷惑をかけてください。誰にも迷惑をかけずに成功することはできない。でも迷惑をかけた分、努力して成功してください。迷惑をかけた分、きっとその人喜んでくれる。最后是结论，如何如上人生为了做想做的事，向大家宣告你的梦想和社会有所交集，及时行动，继续培养想做的心情。最后，为了自己也为了其他人而努力。这就是我对于如何走向人生做你想做的事的方法。以上就是这次的演講。しかし挑戦することにはかなりのエネルギー、これエネルギーがいるんですね。このエネルギーが足らないために結果挑戦できない人がほとんどなので、僕が最後に挑戦への向かい方を僕なりにお話ししたいと思います。まず1個、不想做你做不到的理由，要想你做得到的理由。この残念なことにですね、多くの人ができない理由ばっかり目を向けてしまうんですよ。例えば台湾のアイドルを目指すといった時、みんな口を揃えて中国語できるのって言われましたが、僕はこの通りできないんですよ。台湾で活動するイコール中国語ができないといけないというのは誤り。できなくても始めてしまえばいい。できるように努力すればいい。またアイドル、オーシャンイコール手話行く、これも固定観念なんですよ。かっこよくないから。例えばもう別の部分で勝負すればいいんですね。唱歌好听就唱歌，会跳舞就跳舞，很会搞笑那就搞笑吧。刚刚有人点头了，关于搞笑这点不是在说我。看到别人就知道我有非常可爱的偶像店，对吧？例えば歌えない歌でも頑張って努力すれば上手くなるし、下手なやつがうまくなるのか希望を与えられるんじゃないかと。できないことは欠点じゃなくて利点だと。ピンチはチャンス、アイドルとして大事な要素だと思います。大事なのはできる理由を見つけてとにかく行動すること、努力をすることです。最後踏出你的第一步ということで、情報を調べること、ポジティブに考えることを述べました。ただこれは理屈であって、最後は勇気がいります。勇気を出すコツ、これは特にないんです。えい聞くんですね。考えた瞬間からね、失敗したらどうしようってマイナス思考がどんどん働き出すと。だからもう考えるのはやめる。とにかく動くと。とにかく動いてるうちに状況が変わっていくんですよ。所以在想太多前先一下1個挑戦して成功すると、その成功体験が次の挑戦へのモチベーションになります。成功はどんなに頭でイメージできても、成功した時の心の感動までは体感できません。だから僕は皆さんどんどん挑戦してほしい。一緒に挑戦できる喜びをシェアできたら嬉しいです。谢谢大家。40分钟。最后呢，因为我是偶像，所以让我唱一下歌吧。以上的内容都是为了这首我要演唱的是挑战者。许下这绝对会成功的一件事情。
结果往往都会以失败结尾。我曾以为我的心有了钢铁一般，结果比想象中坠落好几倍。那一天所描绘的梦想蓝图，越是前进就越是变得像很美的一段，还是剧本越放的那一道曙光，它一起头来就在前方。前进吧，再一步，踏出步伐再一步，继续是不想象艰难的道路。前进吧，再一步，这里拥有无与伦比的感动，叫明天。前进吧。一个笑容背后涌上100个心脏，接受度宣言，努力就难你。前进吧，再一步，继续幸福在帮助，即使已经可以放弃也无妨。前进吧，再摆步，让我能喜欢你，要这样永不放弃的那神经。前进吧，再一步，踏出步伐再一步，继续是比想象艰难的